埼玉県日高市にある駒神社に向かっています。八高線の駒川駅から歩いてきました。田舎は野焼きがひどいですね。駒川に架かる出世橋を渡っています。上流部の川はきれいでいいですね。あとチャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。広い駐車場だな。観光客が多く来るのでしょう。なんかあるぞ。天下大将軍、鹿女将軍って書いてありますね。これは将軍票というもので、朝鮮半島の村落に見られる魔除けのための境界票だそうです。日本では天下の大将軍というとキングダムのあれだよね。自動車お払い書って書いてある。ここに自動車を縦列駐車してお払いするのだろうか。いろいろお金を落とさせますね。668年に唐新羅に滅ぼされ亡命して日本に居住していた高句麗からの帰化人がこの地域に移住してきました。何人くらい来たのでしょうね。海を渡ってさらに陸路をこんな遠くまで。だいたい1400年前ですね。古代日本に中国や朝鮮から渡ってきた人たちも今や混血が進んで同化していることでしょう。ちなみに日本列島に人類が到達したのが3万8000年前だそうです。日本に来たのが早いか遅いか。古代天皇家だって渡来系でしょうし。なんかあるぞ。水天宮とな。御祭神が安徳天皇。8歳でなんやかんやで海に沈んだ悲劇の天皇です。よく漫画やドラマに出てきますね。結構距離あるな。ようやく着いた。10分ほど歩く。なんか地味だな。開いて土のまま祠が一つ。江戸時代に作ったそうな。観光客が誰もいないわけですわ。駒神社の司祭神は高麗王寂光です。高麗、朝鮮なのに神社、神道って違和感がありますね。
行列できてる。境内を探索しましょう。こっちにも行けるようだ。古い家屋がある。400年前の家屋を保存しているようだ。これくらいかな。ひょっとしてさっきの別殿みたいな小さいのが本殿だったのか。なんかそれっぽいね。もう一回本殿に行ってみよう。やはり小さすぎる。平日の客が少ない時間帯なのに参拝客が行列になってさばききれていない。
これ休日だったら大行列じゃないの？あの駐車場の広さと境内の広さとなんか釣り合いが取れていないような。隣の建物の敷地と合わせて大きく作り変えればいいのにね。鉢植えの稲、もう収穫時だね。お札、お守り、物販ブースかな。古代朝鮮衣装。高句麗滅亡時の逃避行には当然気の右のままで余計な荷物は持っていないと思うけど。なんだこれ、頭に何か生えてる。こっちも衣装展示ブース。南アジア系の外人、ここら辺で働いているのかな。興味を持った日本人観光客にあれこれ聞かれてる。日本語流暢だね。すごい。参道から帰ろうか。行きは駐車場経由だった。参道も狭いね。古来のままの幅なのだろうけど、今なら屋台スペースでも取ればいいのに。今さら設備投資しなくても儲かってそうだからいいのだろうけども。タクシー邪魔。右派朝鮮総督府陸軍大将。これは残すんだ。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。次に向かいますよ。